SCP-114514JP は、特に異常性のない20代の男性に見える人型存在です。身長は 169cm、体重は 75kg であり、収容過程の特異さから疑われた現実改変能は、カント指数で1立方メートルあたり下が 0.98、上が 1.03 という規定現実物質とほぼ同じ値だったことから否定されました。SCP-114514JP は独自に改変された日本語を用い、また日常生活に必要な動作や身振り、手振りも非異常性の日本人から多少の逸脱が見られ、それらは強いミーム的異常性を持ちます。以下 SCP-114514JPA と呼称。SCP-114514JPA にさらされた場合、観測者は当初、生理的にマジで勘弁、普通に喋れ捨てハゲといった強い嫌悪感と違和感を感じます。暴露から30分以内に、観測者はオブジェクトのミーム的言動の模倣を始め、それに強い快感を覚えるようになります。初期段階ではクラス A 記憶処理により回復が望めますが、最短では3時間でミーム汚染が不可逆なものとなります。汚染された観測者はオブジェクトと同等のミーム的異常性を見せ、SCP-114514JPA を積極的に周囲の人間に感染させるべく行動します。SCP-114514JP は同性愛者向けのポルノムービー出演者であり、その作中でのミームがネット上で異常な流布をしていたため、財団日本支部の注意を引きました。その神格化ともいえる異様な流行から、当初は現実改変者の嫌疑がかけられ、財団本部に現実改変者終了プロトコル、ガンマグリーンハントの要請が打診されましたが、結果的には日本支部の一時収容班が問題なくオブジェクトを確保しました。なんだこのオブジェクト番号は、日本支部風情が一体1から10番超えの異常物を収容するようになったんだ。何にせよ番号振り当てのマクロがいかれてる。オーバーフローする要素なんざ紛れてるはずもないし、今のところ原因不明。今週末にでも復旧するさ。いい加減休日出勤には慣れっこなんでね。SCP-114514 は、当初日本国県で発見され、日本支部で収容されていましたが、SCP-114514A のルフがネット上の他国のクラスタにも及んだことから、研究のため財団本部の管轄での収容が開始されました。ミーム自身の自己改変もさることながら、電波の異様な速さは未解明の何らかの要素によるものが大きいとみられ、原因の究明が急がれます。また、ネットへのオブジェクト出演作品及びそれの改変動画、静止画のアップデートの阻止は、その量の膨大さから、現在は優先順位が低いものとされており、ミームの異常性無力化の研究を優先するものとします。
114,514。A 感染者はミームを流布させようとしているわけではないという仮説を立てた。今日のインタビューで感じた個人的な所見だが、つまり彼らの言語や所作は、すでに SCP-114,514A に置き換わってしまっている。いや、それも正確ではない。どちらかというと、ミームをミームだと彼ら自身判別できていないのではないか？つまり、このミーム自身が反ミーム的性質も内包しているのではないか？語録殺しを通した彼らの言動を彼ら自身に比較させ、意見を求める実験を要請する予定だ。お、ま、た、せ、SCP-114,514 は無力化したって、はっきりわかんだね。そもそもミーム的に異常だってされてた言動は一般的なそれらと何も変わらないってことにみんな気づいたらしいっすよ。まあ、間違いは誰にでもあるからね。しょうがないね。でも、これを異常物だって判断した職員は別のオブジェクトの担当に異動となるから、悔い改めて、本日付きでこのオブジェクトはニュートラライズド扱いだけど、多少はね。なんだこれは、どうなってる？エージェント、ミュラー、認識番号ホテルプサイ43ジュリエット8、オレゴンのクソ田舎にある支所にいる。クソったれミームでイカれちまった博士の権限でレポートに書き込んでる。俺が言えるのは、俺を残してこの野獣、クソったれ、先輩に、世界が塗り替えられたってことだ。今や広告から道路標識までこいつの、ミームで書き換えられ始めた。以前の正常な表記は同時多発的な誤字だってことで、的外れな騒ぎになってる。そうじゃない。間違ってるのは今、現在だってのに。いつからこれが始まったのかわからない。俺は別のアノマリーの追跡にあたって、1ヶ月以上洞窟みたいな神秘臭いところで、仕事してた。オフラインでだ。担当オブジェクトの特性上、記憶補強剤も服用してた。それも有効だったのかもしれない。いやラッキーとは程遠い。久々に外に出たら全人類揃いも、揃って、先輩語、で話しては、薄気味悪い仕草でヘラヘラ笑い合っていたんだからな。いずれにせよわかることは2つ。以前の正常な世界を知ってるのは地球上に、おそらく俺一人だってことと、記憶補強剤なしではこれの異常性に気づけないってことだ。いや、厳密には記憶補強剤と記憶処理を並行しなくちゃならねえ。事実俺はそうしてる。このレポートに早い段階でたどり着いたのも、ラッキーだった。危うく俺もゲイポルの男優の、モノマネをする連中の仲間入りするところだったさ。ここまで読んだらわかるかもだが、このアノマリーはミームと反ミームの合わせ技だ。ミームを頭から追い出すには、記憶処理が必要で、そもそも自分がミームに侵されてることを忘れないために、記憶補強剤も打たなきゃならねえ。これら2つの薬剤を併用した際の悪影響のレポートに発意に、お目にかかったことはないが、まあ頭の方の寿命は穴の開いたバスタブの水かさのごとく目減りしているだろう。機能サイト、集中映像を開始してから頭痛が止まらない。今朝は血尿が出た。俺が死ぬのは良い。だが世界が塗り替えられるのはダメだ。こいつが何が至急シナリオなのかは不勉強な俺にはわからねえけど、死んでったやつや歴史に生きたやつ、あるいは俺のガキの世代の言葉がミームで塗り替わるのはうまく言えねえが正しくない。今日の夕方にはサイト19に着く。このアクセス券があればを走らせられる。あいつは究極の反ミームだ。なんとかなるかもしれない。なんとかなってくれなきゃ困る。確保。
収容、保護、バカみたいな標語だと思っていたが、今俺をなんとか動かしてるのはこの言葉だ。薬じゃない。この仕事は、やり遂げなければ。今回の件で使用した SCP。メンテの進捗を金曜までにまとめて送ってちょうだい。物が物だから手間はかかるだろうって上は見通ししてるけど、報告くらいしないと。多少は、ね。